ですね、今回もやってきました。このお時間がですね、僕ね、さっきやったレシピがですね、あまりにもうますぎてちょっと飲みすぎちゃったんですけども、ここでですね、試行シリーズね、今回はですね、今回は僕の大好きなですね、豚汁ですね。はい、豚汁。豚汁って丁寧に作るとうまいんですね、ほんとね。で、今回ですね、ほんともう、お前の豚汁を毎朝食べたいと言わせるぐらいですね、本当にうまい豚汁っていうのをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料紹介いきます。ハイボールです。あとおまけの食材を入れていきます。豚バラです。 280g です。こんにゃく 250g、 大根 200g、 人参 100g、 生姜 10g、 にんにく2かけ、長ネギ1本、ごぼうね、ごぼうね重要なんで用意してください。これごぼうを 150g です。全部グラムでやりましたんで、だいたいこんな感じ。はい、じゃあ今日もね、みんな元気にクッキング。まずね、野菜から切りましょうね。こいつらを切っていきたいと思います。人参なんですけども、皮付きのままでいいっすから。豚汁ぐらいに煮込めばね、美味しいので、人参はね、半月切りで薄切りにしていきます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。大根です。はい、大根ね、真ん中切っていただいて、で、真ん中切っていただいて、4等分にしたものですね。これを切っていきます。だいたいね、人参よりね、ちょっと厚めでも大丈夫です。人参よりね、火が通りやすいんでね。はい、こんな感じですね。はい、落ちました。落ちた野菜は洗ってリバース。こっちもね、タン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 タカタンとね、やっていきたいと思いますね。はい、こんな感じです。ニンニクですね。はい、ニンニクはね、おけつを切り落として皮をむいておくだけで結構です。これ後でこのまま使えますから。ネギです。ここはね、ちょっと硬いんでね、切り落として、全部で斜め切りにします。意外とね、このネギね重要です。これ最後に加えるんですけども、ぐっとね入れるとネギの香りがね香るんですよ。これね割とね重要なのでね。で、青いところね、捨てる方いらっしゃると思うんですけども、青いところ非常にね栄養も豊富ですので召し上がってください。ここまで全部食べられますから。こんな感じでね、野菜は切り終わりましたね。そしたらですね、こんにゃくですね。こんにゃくなんですけども、ぐるんとね、スプーンかなんかでですね、こうやってですねちぎってあげてください。こんな感じでね、スプーンでちぎると包丁で切るようでね、断面がねギザギザになるんですよね、ちぎりながら取るとね。なので味がね染みやすくなるっていうね利点があるんですね。手でちぎった方がこの、断面のねひだひだは多くなるので味は、よく吸い上げるようになるんですけども、これね、こんにゃくをね手でちぎるとね、このね黒いつぶつぶがね爪の中にね残っちゃうんですよ。なので僕はそれが嫌なので、スプーンを使います。こんな感じですね。で、こんにゃくなんですけど、このままだと結構ね臭みがあるんですね。なので、ぬるま湯で洗うだけで大丈夫です。本当は下茹でするのが一番いいって言われてるんですけども、今のこんにゃくってそんな臭いこんにゃく売ってないので、あれはね昔のやり方です。今はこうやってぬるま湯で手で洗うだけで十分です。もう全然それだけで臭みないです。洗いごぼうですね。本当はね、泥のごぼうの方がうまいって言われてるんですけどね、泥がついてて空気に触れる面が少ないので、泥ついてた方が本当は新鮮なんですけども、洗いの方が下処理が楽なので、まあこれ皆さん知ってると思うんですけど、はいね、これぐらい取ってください。で、くしゃくしゃに丸めてください。水を流しながらこうやってね、丸めたアルミホイルでこすればすぐね汚れ落ちるので、これでやるとすぐね綺麗になるのでね、これぐらいです。洗い終わりました。僕は几帳面ではないんですけども、ささがきにするのも面倒なので、こんな感じでね薄切りにしていきます。はい。で、先端はね少し汚れがあるので切り落としていただいて。でね、ごぼうってね皆さんね使いたがらないんですけど美味しいですからね、これね。豚汁はねごぼう必須です。栄養価も高いのでね、ごぼう 6mm ぐらいかなの薄切りにした方がいいかなっていうふうにも思います。こんな感じです。材料切るだけで一風呂だ。こんな感じで下処理ができました。僕の下処理もね随分済んでますよ、これは。ここからはですね炒めのフェーズに行ってみたいと思います。僕フライパンでやりますけど、もっと大きい鍋がある方は大きい鍋でやってください。まず火つけます。で、ここにごま油です。大さじ1ね。僕は特別な訓練を受けてるので大さじ1測らなくても大体大さじ1になってしまうというね。
しかもですね、大さじ1以上入った場合もですね、そんなに味が変わらないんですよね。そういう特殊能力を持ってますので、皆さんご安心ください。で皆さんは測っていただいて、でもね、別に多くてもうまいよ。適当でいい。そんなにね、料理慣れてる人でね、こんなに大さじ1とかで測ってる人見たことないもん。元も子もないこと言っちゃいますね。はい。ということで、ごま油にします。ごま油ですと、ごま油のいい香りがするんで、ここで1杯。ここでですね、最初に炒めていくのはこのごぼうなんですね。ごぼうを炒めて、香りをね、引き出していきます。香り出していきます。皆さんね、これ豚バラ次炒めるんですけど、これ塩コショウしといてくださいね、これね。僕今します。ちょっと忘れてたんで。ね、まあ適当でいいです。豚汁は適当にやってもうまい。はい。格言です、僕のね。こんな感じですね。ちょっとね、焦げ目がね、縁についてきましたよね。豚汁ってね、よくあるのがね、ただの豚入りの味噌汁になりがちなんですけども、こうやって野菜を炒めて香ばしさをつけることによって、豚入りの味噌汁ではなく豚汁になるんですね。焦げ目がついてきて、香りが出てきました。で、この香りでもう一杯飲みます。そしてすかさずお肉。はい。お肉なんですけども、ちょっとね、大きかった。ちょっとね、ちぎりながら入れていきましょう。ね、はっ、悪魔超人になったね、気持ちでね。俺はウォーズマン。ちょっと強火すぎるので、ちょっと中火ぐらいに落としましょう。うまそうだ、非常に。これもですね、お肉を炒めて、お肉に少し焦げ目をつけて、この香ばしさを出していく。まあね、こんな感じでね、少しね、お肉でも、焦げ目がついてきますので、そうしたらですね、大根ですね、根菜類ですね。今ね、大根をしましたけど、後でスタッフが美味しくいただいても大丈夫です。人参と、大根ですね。こいつを入れていきます。はい。これ、こんにゃくも入れていきます。ね。これで、軽く炒めていきます。そんなに炒めなくても大丈夫です。軽く炒めていきます。豚汁っていうのはね、やっぱね、豚の味噌汁ではない豚汁なので、これぐらい具沢山の方が僕は美味しいと思います。はい。なんなら豚汁とご飯だけでいいっていうぐらいまで、一品で通用するような豚汁を作っていきます。ね、至高シリーズですからね。至高の名に恥のような豚汁を作っていく。今日の僕は本気ですから。さあ、いい具合になってきました。はい。お野菜も少し炒めることになって、バラのね、油がお野菜に回るんですよね。そしてね、お野菜にコクが生まれる。そしてですね、僕もいい感じになってきました。さらにですね、僕にも味を出していきます。味出しのウイスキーですね。レモン入りの炭酸で少し香りをつけていきます。そして僕もいい感じに調理していきます。あー、これはすごい料理になる気がしてきましたよ。ちょっとね、お野菜がね、しぼんでですね、いい感じに鍋に馴染んでくるんですね。そしたらね、少しね、こう、煽ってあげる。そうするとですね、お野菜全体に照りが出てきますので、こうなったらですよ、これ水を入れていきます。1リットル入れます。ね。で、ここにですね、お出汁とかもね、入れていくんですね。白だしです。大さじ4です。お味噌ですね。僕はね、無添加稲田味噌っていうのを使ってます。だし入りの味噌だとね、ちょっと味が濃くなってしまうのでね、僕はだしなしの味噌をいつも使ってますので、皆さん覚えておいてくださいね。はい、大さじ4。結構入れます。豚汁の場合は味噌と一緒に豚を煮込みたい派なんです。なぜかというと、豚とかこの大根に味噌の味をつけたいからなんですね。具材も主役なので、味噌汁とかだと、最後に入れるんですけども、僕は一緒に味噌と煮込みます。至高シリーズはね、手間かけていいっていうね、解き放たれた状態なので、少しね、うんちくもかかってきます。みりんですね。今使ってるみりん風調味料なのでね、みりん風調味料を入れていきます。はい、みりん風調味料の良さは安いことです。はい、安さ10。お酒です。はい、はい、小さじ2ですね。これね、ちょっとね、これでかんまします。ごめんなさい、方言ですよ。かんますっていうのは混ぜるってことですね。今回ね、この具材でやってるんですけども、お豆腐とか入れてもいいですよ。お豆腐とか入れるときは木綿の方がいいですね。美味しいと思います。あとはですね、なんだろう、他に何入れたりするかな。なん
か適当な野菜入れても美味しいです。今回は僕が一番美味しいかなと思うこの具材でやってます。この状態でですね、一回沸かします。量が多いんでね、一回沸かしてください。疲れた。なんかね、僕ね、至高シリーズだとめっちゃ飲むらしくて、なんですかね、あれね、ちょっと興奮するんでしょうね、至高シリーズはね。いつもレンジでチンで終わっちゃうのでね、至高シリーズは時間かかるんで、そのかけた時間分だけ飲んでしまうっていうですね、僕の特徴がありますんで、多分それだと思います。はい。でね、お味噌をね、溶かしながらね、煮ていきます。で、ちょっとね、沸くまでね、強火でやってくださいね。もう味噌のいい香りがするんだわ、これ本当にもうこの味噌の香りだけで飲める。いやー、飛ばしていくぜー、ね、そうね、なんかね、コメントであったんですよ。ハイボールとか飲むときにみんなに乾杯ってやってくださいっていう風にコメント来てたんです。なんかそれすごくいいなと思ってるんで、僕も3杯目、4杯目かな、3杯目なんですけども、ここで皆さんと一緒に乾杯したいと思います。じゃあ皆さん乾杯。3本目取れねえ。まだね沸いてないですね。これからちょっと沸いていきますよ。沸きました。そしたらですね、火をね弱中火ね、強めの弱火ですね、にして、この状態、ほんとプツプツいってるような状態でこのままでね20分煮込んでいきます。で、これアク出てるんですけど、ごめんなさい、これはね多分相当、荒れると思うんですけど、僕アク取んないです。なぜかというとアクも旨味の一種なので、アクを取った方がいい料理とアクを取んなくていい料理があるんですけども、今回はお味噌とだしで結構味をつけてるんで、アクが残っててもアクが残ってなくても分かんないです、正直。で、僕は必要じゃないことを絶対しないタイプなので、アクは取らないです今回は。逆になんかおすましとか、肉で澄んだスープを取るとかだったらアク取るんですけども、今回は取らないです。これも旨味の一種なので、このまま、煮込むとアク消えますから、このアクの旨味も入れ込んでいきます。ないじゃん。はい、皆さん20秒じゃない20分経過しました。蓋をせずに煮込みました。で、ここから、仕上げに行きます。ちょっとね火を弱めます。まずですね、ニンニクですね。これをですね、これね場が安定しないと怖いので、慣れてない方は気をつけてください。これね、これでチューブでもいいんですけど、できれば生を使っていただいた方が2倍うまくなりますね。はい、1倍でもいいっていう方はですね、生じゃなくてチューブでも全然平気です。こっちでやるか。あと生姜ですね。生姜も 10g、 これもたっぷり入れます。はい。僕はね酒飲みはスパイシーなものが好きなので、生姜とニンニクはねたっぷり入れます。最後に入れることによって生姜の香りとニンニクの香りを最大限残します。煮込んでしまうとですね結構消えてしまうので、いい感じにねすれましたね。はい、じゃあ、これもねニンニクと同じ同量ぐらいです。入れます。でこれでですね、溶かし込んでいく。この状態でも火は入れてください。生のまんまで入れてそのまま食べると結構ね全てそのニンニクと生姜の香りを持ってかれてしまうので、ここでもう火を入れます。はい。でここでちょっと沸かします。ちょっと沸かしていく間にですね、僕も沸かしていきますね。ニンニクと生姜を溶かし込んで、数分煮込んだものですね。あとですね、ここに先ほど切った長ネギ、これ最後です。最後に加えるんです。これでですね、このね香りがもう全然違くなります。長ネギとニンニク生姜入れてから大体3分ぐらい煮込みましたよね。軽く、このネギが煮えたら、こちらでですね至高の豚汁の完成でございます。はい、それではですねできましたので、早速食べていきたいと思います。今回ね豚汁なので和の感じなのでね、ちょっといいですか。今日は100通特別純米山田錦の原酒がありますので、これをですね、いやすいませんね皆さんももしねこの豚汁作ったらね、同じくね本酒でねやってくださいね。これね、これさ、これ可愛くないですか。これめっちゃ可愛くないですか。これ巨神兵のとっくり、頭取れるんですよ。ここにこれ注いでいただきます。
いいですね。僕ね、純米酒好きなんですよね。純米酒。お酒の香りを持ってるんでね。いや、これはね、本当にね、すごいですね。これはいい気分になりますね。君たちはラピュタ王の前にいるのだよ。はい。まあ今のはカットしてもいいよね。これと合わせる豚汁は絶対に美味しい。約束されてますよ、これは。もうね、具だくさんです、これ。ちょっといただきたいと思います。いただきます。豚のとこうんうんうんうめえ。ほんとうまいな。自分自身の豚汁ってものすごい好きなんですけども、これね、格別にうまいっす。本当に。僕ね、キャンプの時はもういつもこれでいいかな、ね、豚汁でいいかなと。それもね、夏場じゃなくてちょっと秋口ぐらいにこの豚汁やりたい感じですね。やばいぐらいうまい。これ煮込みはね、計もう30分もしてないんですよ。30分も煮込んでないんですけど、全ての具材にものすごい味が入ってます。これはね、味噌をね、最初に入れたからなんですね。味噌を入れ込んで、煮込んだからこんなにうまみが出てるんですね。はあ、これはね、いやー、もう豚汁と日本酒がもう一緒でバルスします。これ本当に美味しい。栄養価も高いですからね。お野菜いっぱい入ってますんで、これパンチの効いた味付けをしてますので、ご飯と一緒に食べても本当に美味しいですよ。うめえ。あとごぼうですね。このね、最初に炒めたごぼう、香りが出ててですね、食感がすごくいいですね。これでやっぱり豚汁はね、このごぼうの香りがないとね、僕の料理にしてはね、かなりね材料が多い方だと思うんですけども、この豚汁はかなり完成されてます。豚汁フリークの僕が言うんだから、もう間違いない。これほんとうまいね。これでずっと飲み動画撮ってたい。これで豚汁専門店したいぐらいですね。本当に美味しいです。ちょっと興奮しすぎてこれ以上語るとずっと語ってしまうので、ただ、今回のね豚汁のポイント、最初にごま油でごぼうとお肉と野菜を炒めて香ばしさをつけると、あとせずに煮込むところ、あと最後にニンニクと生姜とネギ、薬味を入れて、香りを生かした味付けにすると。で合わせるのは日本酒でも、他の酒でもいいんですけども、日本酒結構合います。あとご飯も合いますね。もうとにかくね、僕は人生でこれ以上美味しい豚汁食べたことないです。本当に美味しいので、ぜひ皆さんとこの美味しさを共有したいのでね。ちょっとお汁がね、ちょっとぜひ皆さん試してみてください。はい、ではですね、今日の料理美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。